皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チーム録の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。レシーブの構え方についてやっていこうかなと思います。皆さん、レシーブの構え方、皆さんレシーブの構えといったらもう人それぞれ、もう一人一人構え方が違うっていう感じがあるんですが、実は皆さんに適したレシーブの構え方、実は3パターン大きく分けてあるんです。で、この3パターンが皆さんのレシーブ技術、そしてプレースタイルに大きく影響するものですので、今回ぜひこのレシーブの構え方、今皆さんのプレースタイルに本当に合ったレシーブの構え方が今できているのかっていうのを確認しながらよかったら見てください。まずレシーブの構え方1つ目ですね。1つ目は構えるときに左足が右足よりも一歩以上前に出るっていう構え方です。左足が大きく右足よりも前に出ているという状態ですね。左足が足一足分以上右足よりも大きく前に出る構え方、こういう構え方です。こういう構え方いますよね。かなり左足が前になっている状態、こういう選手います。で、この構え方、これはオールフォアの卓球に適してて足を動かしやすい構え方なんです。こうやって構えている選手、大体その後のレシーブ、フォアハンドでやってる人多いですよね。こう左足が前に出てる人です。ペンホルダーとかにすごい多いんですよね。ペンホルダー、そして中国のチェウイカ選手とか昔のリュウ・ゴーリャン選手とか、今ではユースミン選手などの結構フォアハンド主戦のスタイルに多いこういう構え方ですよね。左足が大きく前に出ている。フォアのレシーブがすごくしやすい構え方なんですよね。皆さんの中でレシーブでフォアでほとんど勝利する方、そういう方はぜひこの左足をちょっと大きめに前に出してください。そうしますとこう左肩が入ってフォアハンドでのレシーブは非常にやりやすいんですね。フォア前でもフォアハンドが出やすい、バック前でもフォアレシーブが出やすい。フォアハンドでそっちロングサーブ来てもフォアハンドでこうドーンとドライブで打ちやすい。ロングサーブ来ても懐作ってフォアドライブで打ちやすい。レシーブ後のフォアハンドの打ち合いも肩を入れ替えたりしなくていいので自然に移行しやすいということで、フォアドライブ系の強打やフォアレシーブがやりやすい構え方なんですよね。デメリットはやっぱ足を使うことが必ず必要になってきますので、足が動かなかったり遅かったりすると一番まずいかなと思います。やっぱこの構え方はバックハンドが触れない構え方になりますので、フォアハンドだけすごいたけてるんですよね。フォアハンドは超いい。でもバックはあまり触れない。ですので疲れてきたり足が遅くなってきた時にロングサーブが来た時にバックでこうフォアで回れずにバックでこうやる。そうしますと打たれちゃいます。フォアハンドに回れなかった時の致命的なダメージはでかいです。なのでやはり足で動かす練習を日頃から多くやっておけばロングサーブもフォアで回れます。これは体力なくなってきてこうやってなってしまいますと相手にチャンスを与えてしまいます。なので足に自信がある方、そしてフォアハンド主戦、フォアハンドレシーブが主戦の方に非常におすすめなレシーブの構え方です。で、今度2つ目ですね。2つ目は足の構えが平行足、左足と右足が同じ位置、もしくは左足が少し前に出るぐらいの構え方でレシーブをするというタイプですね。で、このタイプはもういわゆる両ハンド型ですね。先ほど1つ目はオールフォア型で、こちらは今のは両ハンド型になります。平行足が左足1個前の状態でフォアとバックのレシーブどちらもバランスよくやるっていうタイプですね。フォアに来たサーブはフォアでレシーブ、バックに来たサーブに対してはバックでレシーブっていう風に足をさっきとはもう対照的に全く動かさないタイプの構え方になります。今結構両ハンドが主流になってるんでこの構えが一番多いのかなと思いますね。もう台に張り付いてバックはバックドライブ、フォアはフォアドライブっていう風にやります。これのいいところ、両ハンドがしやすいです。バックに来たボールをバックドライブかけて、またバック来たらバック来て、フォア来たらフォアドライブかけてっていう風に両ハンドの展開に適しているんですよね。なのでもう姿勢を崩さずにもうこう軸だけしっかりして両ハンドで足を動かさずに振っていくっていうスタイルにもう本当に最適な構え方かなと思います。で、大多数の方はこの構えが一番いいのかなと思いますね。ただでもこの構え方は両ハンドが打ちやすいっていうのはあるんですけど、相手に怖さを与えることができないですね。そのデメリットとしては
先ほどのこの左足前の大きく前にしたオールフォア型に比べたら、このオールフォアだと回り込んで打ってくる、フォアでガンガン打ってくるっていう怖さがあります。ただ両ハンドスタイルはそういう回り込みをしないので怖さがないんですよね。ドンとロング来てもゆるっとバックドライブをかけます。なのでフォア来てもフォアドライブかけます。なのでそんなに怖さはないです。もう普通に淡々と返すっていう感じになりますので、相手に恐怖を与えることができないので、リスクを背負って攻めるという分にはならない。でも堅実に勝つには適しているっていう感じですね。でもその分どこに来ても疲れてても足がなくても弱点となるコースは存在しないんですよね。レシーブ時どこも大丈夫なんですよね。短くても長くてもどこでも対応しやすい。万能なんですよね。万能タイプ。2つ目は両ハンド型の万能タイプの構え方になります。今度は3つ目のレシーブの構え方ですね。3つ目は右足が少し前になるっていう構え方です。って思う方もいるかなと思います。でも私自身が経験している中で最近の子たちはもうその法則性っていうのがありません。もう昔は左足前当然です。今右足前も当然なんですよね。もう右足前の子たちもいるんです。右足前にする。右足が少し前ですね。大きく前に出過ぎるといけないので、ほんの少し左足よりちょっと前に出る感じです。そうすると、こんな感じで構えます。で、これはもう明らかにバックハンド重視の卓球ですね。に適しています。もう見てください。もう、レシーブでバックハンドを振る人に非常に長けた構え方なんですよね。今最近流行りの台上ドライブ、チキータ。世界のトップ選手もフォア前もバック前も全部やります。で、この時に、実は右足が常に前でこうやって構えるとフォア前とバック前もうどちらもこう台上系でチキータとドライブで攻めることができるんですよね。私たち一般のクラスだとやはりフォア前のレシーブって難しいですよね。フォア前をバックでこう回るって難しいです。でも右足を前にしておけばフォア前に来てもすぐこう台上ドライブもしくはこうやってフリックで鋭角に狙うとかできるんですよね。なので私たち向きなのかなと思います。右足前は実はフォア前もバックで処理簡単にできちゃう。いつも以上にバック前が近くなっているのでバック前はもっと簡単に処理できるということで、最近の台上の卓球がもう右足前にすることでもうフォア前もバック前ももう完璧になるんですよね。非常に速いこの移行のしやすさになります。バックで最先端な、多彩なプレー、台上での先手争いにはもう一番いい構え方なのかなと思いますね。デメリットも存在します。で、これはいいことばっかりではなくて、やはりこう右足が前になってこのネット前が非常に強いということで、逆にこのロングに対してちょっとやっぱ難しい面を持ち合わせていますね。ここからこの右足前の状態でフォアに速いロングが来た。そしたら体を入れ替えなくちゃいけない。で、バック深く来た時はここ早くこうすぐ下がって打たないとロングボールを打てないということになります。なので若干体勢をすぐ変えなくちゃいけないというちょっと体の動きの速さが必要になってくるんですけど、でこれはもうでもバック前フォア前どちらも常に先手が取れる構え方ですので、このバックハンド重視のスタイルも最先端の構え方としてありなのかなと思います。ぜひ皆さんこのレシーブの構え方3パターンいろいろ自分に合ったものを見つけ出してみてください。ありがとうございました。